皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段オノマップというチャンネルで日本語を教えていたり、日本で医者をしていたり、ゴーゴージェスチャーというカードゲームを作っています。今日は普段みんな何にお金を使うというテーマで話したいと思います。もちろんですけど、世の中にはいろいろな人がいますよね。僕が昔から思っていたのは、他の人の本当の性格を知る方法があればいいなと思っていました。でも本当の性格を知るってなかなか難しいですよね。例えば、付き合っている時はすごく優しかったのに、結婚してからはすごく乱暴になった男の人の話とか、昔は優しかったのに、今はひどいことしか言わない女の人。こういうことってよく聞きますよね。やっぱりみんな頭がいいので、自分の本当の性格って隠すことができるんですよね。本当は何も思っていないのに、ちょっといいことして、いい人のアピールをしたり、すごく誤解されやすい人なんだけど、実は誰よりもみんなのことを考えていて、優しい人だったり、そういうものってある程度の時間一緒にいないとわからないことが多いですよね。でもですね、僕が最近思ったのは、その人がどんなことにお金を使っているのかっていうところを見ると、その人の性格が少しわかるなというふうに思いました。お金は自分の欲しいものを買うじゃないですか。ということは、その人が今何が一番欲しいのかがわかります。そうすると、その人の性格が見えてきそうですよね。ブランド物のバッグしか持っていない人で、新しいバッグを買ったら、毎回インスタグラムに上げている人っていうのは、やっぱり人からの注目が欲しいような人ですよね。もしその人がすごいお金持ちで、実はバッグ以外もいっぱい買ってるんだとしたら、バッグはあんまり重要じゃないのかもしれないですけど、それがいいとか悪いとかではなくて、例えば普段おとなしい人が、実はそういうインスタグラムのアカウントを持っていたら、この人は褒められたい人なのかなと、ちょっと本当の性格を知ることができます。ということで、僕も自分は普段何にお金を使っているのかなというのを見てみたんですけど、もう一番お金を使ってるのは自分の勉強に関するお金でした。本当にこれまでも何百万円以上というかほとんどのお金は全て自分の勉強のために使っていましたね。一番は言語を勉強するためにお金を使って、あとは医者になるための勉強にもお金をたくさん使って、他の資格のこととか、ほとんどを勉強のために使っていましたね。あとは自分の作っているもの。例えば、この前クラウドファンディングが終了したゴーゴージェスチャーというカードゲームとか、昔作ったキーピースという日本語学校とか、そういうことにお金を使いましたね。そこに払ったお金は本当に大きくて、具体的な金額はあんまり言えないんですけど、今まで買ったものの何よりもお金を使いましたね。ということで自分のやりたいものへお金を使うということで。やっぱりみんなをワクワクさせたいし、役に立つものを作りたいんですよね。本当に日本語を話せるようになりたい人の役に立ちたいと思ってて、さすがにそうじゃなかったらYouTube の動画1本のために10時間以上使ってイラストにもお金を出して何百万も使って学校や商品を作らないですよね。その分の時間すべて医者のバイトに使った方が、働いた時間は必ずお金がもらえるので、もっと多くのお金がもらえます。だけどそうじゃなくて、日本語のサポートがしたいっていうのは、僕自身が英語や中国語を話せるようになって、大きく人生が変わったからです。だから僕は日本語を本当に話したいと思う人をサポートしたいんですよね。話を戻すと、自分のやりたいことにお金をたくさん使ってます。そして、それらの次に旅行ですかね。今は本当に忙しくて旅行は全然行けないし、3日間休みなんてことはほとんどないんですけど、2日間お休みがあるときは、自然の中にある森に囲まれたコテージとかに行って、そこで勉強したりしてますね。結局勉強はするんですけど、そういうところに行くと、たとえモチベーションが下がっていても、また心が回復して頑張ることができます。そういう自分の経験に、あとはお金を使うことが多いですかね。もう他の小さなものでは、映画を見に行ったり、あとはガソリンのお金、車のお金、
そういう生活のお金、家賃のお金、そういうのがありますね。ということで、ここからわかるのは、僕は自分の成長につながることやワクワクすることにお金を使うのが好きみたいですね。そのいい面はずっと成長し続けられること。で、悪い面は、それがうまくいかなかった時に、時間とお金をすべて無駄にしたってすごい感じることですね。もちろん失敗は成功に必要ですから、いいんですけど、失敗したその瞬間は本当にもう嫌になりますね。毎日苦しいし、地獄にいるみたいだし、いや、本当にこんなことしなければよかったって本当に毎回思うんですけど、うん。頭で大丈夫と思ってても、やっぱりそういう風に心は反応しちゃいますね。ということで、自分が普段何にお金を使っているのかを調べると、自分の新しい性格を知ることができます。さて、皆さんはどんなことに普段お金を使っていますか？ぜひコメントで教えてください。それでは皆さんありがとうございました。